岩手県代表、北上市地方公務員、松田正則さんです。テーマは、ボランティアの素晴らしさ、ハチドリの一滴です。ありがとうございます。三陸復興応援団松田正則です。私はボランティアの喜び、ボランティアの素晴らしさについてスピーチいたします。20年前、阪神・淡路大震災がありました。1995年3月、私は自衛隊の仮設風呂のお手伝いに入りました。一晩で何百人という方がお風呂をいただいていきます。その人たちが私に対してお風呂ありがとう、ありがとうと言って去っていきます。私は何もしてないで座ってるだけですので、ちょっと変な感じでした。でも自衛隊の人は見えるところにはおりません。受付係が受け止めるしかありません。ありがとう、ありがとう。受付係というのはありがとうを受け止める係なんだ。理解しました。その後20年間、一晩に何百人からありがとういただく、そういう機会はありませんでした。311、2011年12月23日、私は釜石魚津前の田んぼのお手伝いに入りました。バスで17名、現地に着くと地主のおばあちゃんが出迎えしてくれました。そして私たちを見て、こんなにいっぱい来てくれてクリスマスプレゼントだじゃと言って嬉し涙を流すんです。一緒にいた仲間が、母ちゃん喜ぶのまだ早いでば、まだ何もしてね、きれいになってから喜んでけろとフォローしてくれました。一人では何ともなんねし、電話したればどこまで水いったってかって言われるし、一人では何ともならない。もしかすると家族、孫、悲しい目にあったのかなと思って生きることはできませんでした。田んぼは荒れ放題でした。よしが、背丈もあるような背の高い草がその下に大木が、根っこには筋がついている、葉っぱには枝には葉っぱがついている、7、8メーターある男たち、総出でかかってわせわせと道路の脇まで運んで、あと軽トラックに積んで、そして仮置き場まで持っていく。まずはブロックだとか本だとかタイヤだとか、小物というんでしょう、それを路肩まで運んでいく。1日かかっても片付けきれない量でした。ましてはおばちゃん一人では何ともならない量だったのかなと思います。まさか何もしないうちから喜んでくれるな。私はコーディネーターとして本当は間に入って言葉を受け止めてあげないとならない立場でしたけど、こっちも受け止めしないにしてしまってこういうふうになりませんでした。まさかもらい投げするような現場になると、嬉しいというのと、あと悲しいというのとごっちゃになった感情ではなかったかなと思います。さて、ボランティアの楽しみ、喜びとは一体何でしょう。3つ挙げるとすると、1つ、ボランティアを行うことによって幸せになります。奉仕作業を通じて幸せを上げるというのがボランティアの作業でしょうけれども、反作用としてそれはこっちも返ってきます。一晩に何百人からありがとういただく、何もしないうちから嬉し泣きしてもらう、こちらにも幸せの雫が返ってきます。その2、ボランティアによっていろんな人たちのつながりがあります。友達になれます。もし311がなければ女に縁側に入ったでしょうか。おじいちゃん、おばあちゃん、子供たち、いろんな人と知り合いになって自分の幅が広がって、ピンチをチャンスに変え、悲しみを力に変え、こんなヒントをいただき、
奇跡を招くヒントをいただけたのではないかなと思います。私はもう一つですね、ボランティアの素晴らしさ、元気。もう建物を潰れたような状態を見て、ひどい匂いを嗅いで心が痛みます。沈んだような面持ちでいますと、現地の方は元気よく「おはよう、ご苦労さん」声をかけてくれます。こっちは元気を与えようと思っていたのに、逆に現地の人から元気をいただいてしまう、そんな現場ばかりです。こんな現場ばかりでした。それでみんながこう幸せになれる、311前は、今日できないのは明日にすればいい、そう思ってました。でも311以後は明日はないかもしれないな、明日どうなっても死んでも仕方ないかもしれないな、そう思うような心境の変化がありました。尊敬する浜ちゃん、オフナトの歌手の人も言っています。目が見える、耳が聞こえる、当たり前じゃないんだよ。明日もし目の光を失ったとしても、生きている限りあなたの心は動き続けるでしょう。それだけ素晴らしいことなんだよ、そう言っております。三陸復興援団北上という団体、これを2011年7月に立ち上げました。北上ボランティア連絡協議会の通常の活動とは異なる、期間が長くなるのではないかなということで、その有志で立ち上げて、現在まで、75回ほどボランティアバスを運行しております。全国から北上に集めて、博多、大船渡、釜石、大槌の方に送り出す、延べ800人ほどでしょうか。私はそんな大きな力はありません。サークルもボランティアのサークルです。事務所もなければ天中の職員もおりません。でも砂の一粒として、いくらかこう繰り返していけばコップにいっぱいになり、バケツにいっぱいになり、ついにはなくなった海岸を復活させることもできるのではないかなと考えております。復興の砂の一粒になれたということが私の幸せではないかと思います。ここで、復興の応援歌を紹介いたします。博多を愛する人は心清き人、博多を愛する人は心清き人、砕く波のようなお船渡の友達、釜石を愛する人は心強き人、岩を砕く波のようなおうちの友達、岩手を愛する人は心強き人、愛を語る愛音のような日本の友達、日本を愛する人は心強き人、寝きを溶かす大地のような世界の友達。私、クイズは何もできません。でも少しでもできることをやっていく、そうすることによって、復興が少し前に行くのではないかな、できるのではないかなと考えております。三陸復興援団北上松田ですけれども、よろしくお願いいたします。ぜひ、学校に来てください。学校で、来ていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。松田正則さんのスピーチをお聞きいただきました。